まなみです。みのりです。りさです。まなみのりさです。私たちは千葉県の銚子市に来ています。はい、千葉県の北東部にある銚子市には日本屈指の水揚げ量を誇る銚子漁港が有名なんですが、まだ他にも有名なものがあるんです。じゃん。日本独特の調味料醤油の産地としても有名なんですよ。今回はですね、その醤油を作る工場を見学できるということで行ってみたいと思います。イエーイ。今回3人が向かったのは日本を代表する醤油メーカーの一つ、ヤマサ醤油。わあ、すごい。何あれ。農業。すごい。樽？大きいねこれ。樽だ。こんにちは。ヤマサ醤油の山口です。よろしくお願いします。今日私たち工場見学できると聞いて、今日やってきたんですけど、ありがとうございます。どんな方でもここ工場見学でできるんですか？はい、予約していただければどなたでもご覧いただけます。そうなんだ。どうやったら予約できるんですか？予約はインターネットからご希望の時間帯を選んでいただいて予約いただけます。なるほど。簡単。すごいね、簡単に気軽に来れちゃうんだ。じゃあ海外の方とかも来られるんですか？はい、海外の方もいらっしゃっていただいております。もうすごい楽しみなんですけど、まずはどこから案内していただけますか？まずは最初にお醤油ができるまでの映画をご覧いただきます。映画。見てみたい。じゃあそちらまでお願いします。お願いします。見学ツアーはまず映画からスタート。ここでヤマサ醤油の歴史や醤油の作り方を学びます。銚子は暖流の黒潮と寒流の親潮がぶつかり合い、夏は涼しく冬暖か、そして湿度も高い気候風土。それは美味しい醤油を作るには最適な場所だったんですね。もう一つの地の利、それは利根川と江戸川を利用して江戸市場へと進出できたことです。船に積んで醤油を運び、そして帰りに原料の大豆、小麦、塩を積んで帰るという便利さから、そばや寿司、かば焼きなどのおいしい江戸の食文化とともに醤油作りは発展していきます。なんかこういう映像を見て今から工場見学行くのって見ないよりは見た方がすごくもっともっと楽しめるなって思いました。ありがとうございます。じゃあ実際に工場の方向かっていきましょうか。はい、じゃあこちらです。映画を見た後は実際に工場内を歩いての見学へ出発。こちらですね、前方に見えますのが原料サイロでございます。めっちゃ大きい。原料サイロって何ですか？お醤油の原料の大豆と小麦がそれぞれ入っております。この中全部ですか？はい、そうですね。これどれくらい入るんですか？一つのサイロには約300トンの原料が入りまして、300トン。はい、高さが約20メートル、約4日間で使い切ってしまいます。1日にじゃあ作られる醤油の本数がそれだけ多いってことですよね。そうですね。1日に約1リットルパックで40万本作っております。そんな大きなサイロがあるこちらの工場の大きさはかなり広いですね。そうですね。約7万坪くらいありまして、東京ドームが4つほど入る広さに。想像ができないぐらいの広さ。すごいということは分かったです。かなり広い。広いんだ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はいわあ、なんだこれは。香っ
ってくる。じゃあこちら先ほどサイロに入っていた大豆と小麦ですね、大豆を蒸したものと小麦をいって砕いたものを同じ量で合わせて、そこに山砂菌を加えて麹にしていきますね。であと原料のお塩ですね。山砂菌。山砂菌とは醤油作りに欠かせない麹菌のこと。この麹菌で味が決まってしまうので、日本の醤油メーカーはそれぞれ独自に改良した麹菌を持っており、その菌に社名をつけることが多いんだそうです。すごい大事ですね。じゃあ大事ですね。独自のものなんですね。そうですね。その菌が入って醤油になるんですか？はい、そうですね。菌を合わせたものがこの麹1日目、2日目、3日目となっていくんですけども、はい、だんだんと山砂菌の数が増えていってこのようになっていきます。色が変わっていくんですね。あ、そうですね。なんかそもそも醤油が大豆と小麦と塩っていうのを初めて知りました。そうです。確かにね。すごい初めて知りました。醤油は毎日こう身近にねあるものなのに、いや作り方まで知らなかったです。まあこの先これがどうなるのかっていうのがまた気になりますから。こちらは仕込み蔵の一部でございます。仕込み蔵。はい。タンクの中にはお醤油の元になるもろみが入っております。もろみって何ですか？さっきの麹室で見た3日目の麹と濃い食塩水を混ぜたものを仕込んでもろみに、します。さっきのがこれになってるんですか？確かにちょっとドロドロした感じになってますね。はい、そうですね。全部でおよそ半年間仕込んでいきますね。はい。どんどん色も変わっていくんですか？そうです。最初は先ほどの3日目の麹に近い黄色っぽい色だったんですけども、微生物の働きで発酵とあと熟成をしていって、だんだんとお醤油の色に近づいていきますね。確かに濃くなってるイメージは私こっちです。さっきのよりこっちの濃い色だなって思ってたんですけど、ちなみにここにあるのは全部でどれぐらいの量になるんですか？このタンクが今32個のタンクがこの中にはあるんですけども、一つのタンクが深さが約3メートル。これ樽じゃなかった？タンクなんですかこれ？深さがこの下に3メートルありまして、一つのタンクからは1リットルパックで約2万本のお醤油がそんなに、これはじゃあ頭の部分ってことですか？そうですね。下に入ってますですねこれ。こちらのタップトークでは映像によるバーチャル体験ができるんです。まるで本物の桶の中にいるような感覚で醤油作りの過程を観察することができるんです。大人も楽しめるのでぜひ皆さんも体験してみてください。じゃあここまでが見学ツアーとなります。どうでしたか？いやーすごかった。なんか醤油って毎日のように食べるけど、どうやって作られてるかとかを知らなかったんで、すごい新しく知ることがたくさんで勉強になりました。ありがとうございます。やっぱ海外の方にもこれ知ってもらいたいなって思いました。ね、本当ね、発見だらけでした。ね、すごい楽しかった。面白かった。満足度高い。見学とは別なんですけども、山佐醤油の歴史やお醤油について学べる醤油味わい体験館というところがあるんですけども、ご覧になりますか？行きたい。はい、じゃあこちらです。味わい醤油味わい体験館は無料で入れる施設。ここではなんとせんべい焼き体験ができるんです。白い。すごいせんべいを焼くの初めて。なんかなかなかやる機会ないですよね。そうですよね。お店で見るぐらいだよね。これどれぐらいで出来上がります？だいたい10分から15分くらいですね。10分。ここもう膨らんできました。ちょっと。本当だ。お餅みたい。焼きたてのおせんべいがすごい美味しくて、ですよね。両面ともきつね色になるまで焼けたら
数種類の醤油やタレの中から好きなものを選んでせんべいにかければ出来上がり。私は昆布つゆのせんべいです。いただきます。おいしい。パリパリ。すごいなんか作りたてでサクサクしてて、つゆも合います。おいしい。ちょっとね。おいしい。じゃあ私はこの昆布醤油のやつです。いただきます。すっごい食感がいい。すごい昆布の風味がほわってなんかまろやかな感じで優しいおせんべいになってる。私は香り立つ特選醤油、気になる。いただきます。これ焼きたてじゃけん、すごいおせんべいの香りとやっぱ醤油の香りがめっちゃ引き立つっていうだけあって、やばいねこれ。引き立ってますか？引き立ってる。見学した後に、そのお塩油を使って食べるおせんべいってもう最高だね。なんかちょっと別格よね。やばい、美味しい。特別感が。せんべい焼き体験の他にも醤油を使ったソフトクリームやロールケーキなども楽しめるので、ぜひ一度味わってみてはいかがですか？一日中楽しめる山佐醤油さんの工場見学、ぜひ来てみてはいかがですか？皆さんお待ちしてます。